こんにちは、木下ゆうかのゆるちゃんです。ですね、今日は今からメイン動画を撮ろうと思ってるんですよ。今日で私いつも準備していて、で今日食べるもののことを想像して、食べている自分がどんな髪型をしていたら楽しいかなって考えて、いつも髪型決めるんですけど、でもほんと別にどうですけどね。ちょっと折ろうかな。こういうのってさ、服屋さんってうまく折るよね。折るの一つでもさ、服屋さんとは違うなと思うよね。無造作にやってるように見えて綺麗なのにね。はい、まあいいでしょう。で、今日はですね、何の髪型しようかなと思って、今日はお団子にします。私のインスタとかツイッターとか動画とかで、ちょっとセーティングりすぎてないかな、今日。一番この髪型どうするのって聞いてくれる声が多かった気がします。お団子うまくできないんですけどって言って、はい、じゃあ今日はそれでお団子をねやっていきたいと思います。お団子を皆さんに教えるわけじゃなくて、お団子をしている風景を撮るだけです。もうなんか教えるとかだったらね、分かりにくいよってコメントさんとかで来るので、そしたらちょっともう心が病むので、ちょっとね、それはよろしくお願いします。あくまでお団子しているところを見せているだけです。はい、じゃあまずは髪を、ゆるっと巻いていきます。特に私なんて直毛だから、最初にね巻かないとなんかいい感じにねできないんですよ。で就活中みたいな感じに多分なるからね、こうキュッキュッキュッってした感じになるから、そういう感じじゃないのにしたいから巻きます。もうここはね結ぶから超適当でいいです。なんかもう巻いてさえいれば何でもいい。寝癖感みたいのさえ出ればいいから。寝癖がついてるならばそれでいいと思います。寝癖でいけると思います。直毛なんでね、私直毛ってさ、私のね10代頃ってもう逆になんかストッパーとか縮毛とかさ、今も多分やられる人おると思うけど、なんかそれが全盛期やったんや。みんな髪の毛ストレートにするのが。でも今ってさ違うよね。もうふわふわ女子が流行ってますもんね。ふわふわ女子ってね、大体ふわふわ女子じゃないからね。ふわふわになって意識的にしているふわふわ女子はいないでしょ。本当のふわふわ女子はちょっとやばいと思う。逆に天然すぎて、みんな計算の上でのふわふわ女子が成り立っております。きっとそうだと思います。それでいい、それが女の子や。もう適当でいい。もうなんか結んだ後もちょっと巻くし、なんか来た。うちね2段階なんていうの、玄関やけね、玄関でさピンポンして、エレベーターでもピンポンするんよ。ちょっとライト1個ついてなかった。うわ、めっちゃ明るくなった。だけどめんどくさい。まださ1回玄関のところ開けるんだったらさ、その後エレベーターで私の玄関まで来るの結構時間かかるじゃないですか。だから玄関で来たわ。でも玄関でピンポンしてエレベーターやから、もうこの距離すごい短いの。だからその間さ、私は何か作業していたらそこに戻るわけにはいかんのよ。このピンポンのインターホンの前でエレベーターのピンポンを待たないといけないよね。ちょっとめんどくさい。でもセキュリティ大事。でもこれぐらいいいかな。ちょっと巻こうかな。鏡がね小さいからよくわからないよね。で次ゴムです。ゴムもうそうよね、ゴムね。なんかこういう私はこういうゴム最近使ってます。でお団子なんだろうな、こういざ説明するってなると難しいよね。なんかもうこの気分でしょ。これぐらい毛取りたいなと思ったら取ればいいし、今日はもうちょっと少なめがいい、フェイスライン隠したいと思ったらもう取らんかったらいいし、今日は顔出していきたいんだと思ったら取ればいいし、元気感出したいんだと思ったら取ればいいし、私も今日いつもやけどフェイスライン出したくないからあんまり取らんとこ。でなんかこの辺ねちょっとギザギザ取ったりした方がいいっていうのを見たことがある。こういうのねコームがあるならコームでやった方がいいと思います。そしてもうここからですよ。お団子ここからいきます。お団子感がここから出てきます。今までお団子感が出てなかったですよね。ここからです。これ上に上げてここがさアホ毛めっちゃ出るよね。毛がさ
私はさアホ毛がいっぱいあるからさ、アホ毛がいっぱい出る。でここはもう自分の好きな高さのお団子にします。ここちょっと高いかもね。いいのいいの、無造作だからね。無造作風にしているから少々雑な部分があっても無造作風なんだなって思って、これがまずはここ一つ結びにします。あ、全然頭の上映ってなくない？ちょっと待って、カメラをちょっとだいぶ上だけどもいいかはい、皆さん大体今のは別にもう一回やり直さんでも分かるよね。分からんかったらもう一回ゆるちゃんもう一回やします。でですね、でこの一つ結びしてる間にちょっと毛を出します。これね、私ほんと今も流行ってるのか分からんの、最近のさヘアアレンジのアプリとかを見てないから去年の情報なのね。私はこれ誰も今やってなかったら、こうすることによって少し無造作感が出るわけですね。キュッてしてない、このゆるふわ女子風になるわけですよ。ほんとここまでマジでちょびっとだけずつつまんでね、もう多くつまんじゃうと後戻りできなくなるけ。はい、できましたね。でここに一つ結びがあります。私昔さ、いつもこの髪型ちっちゃい頃しとってさ、クジラさん頭ってなんかお母さんが名付けとって、これがクジラの塩なんよね。クジラさんしてって言っとった。ほのぼのとしとるね。はい、で次お団子に行きます。お団子するときはヘアピンを使います。これをそれじゃごめん間違えた。その前に逆毛を立てます。この毛を逆毛にね。で本当はコームとかがあればいいんやけど、私コーム持ってないからこういうやつでもうなんか気持ちいい。こうしたら逆毛って立ちます。コームの方がいい感じに立つと思いますおもろいこの髪型なんかクレイジー。こうしたらなんかいい感じのお団子が出来上がるんでね。これで固めたかったら多分ここでスプレーしたらここで固まると思う。でこしてお団子にします。こしてって新しい日本語やね。まずもう第一陣はいいの毛がねピンピンって出るかもしれんけど気にしない。ヘアピンって1個じゃないから。一番お団子の結んだやつの端っこの毛を留めます。そして今こいつもおかしいっしょ、おかしな感じの人をやっていきます。でもここからも自分がおかしいな、この人気に入らないな、この存在っていう人じゃないわ、毛だわ、人の毛をどんどん退治していきます。ヘアピンをもうこれでもかっていうぐらいだから、もうヘアアレンジはね、皆さんヘアピンを用意しましょう。ヘアピンがないと何も始まらないです。そう、もうヘアピンがなしでできる人はマジでテクニシャン。でも私たちアマチュアはヘアピンに助けてもらいましょう。はい、いいんじゃないかな。で三面鏡とか使って頭の後ろも見た方がいいと思います。こんなもんかな。ここにさ、もしピュンって出とったら出たよおばあちゃんのポトポト焼きのおばあちゃんがさ刺しとるみたいな感じで、こうピンね刺せばいいだけ。触らんとこでもここにピュッて刺したらさ、その毛は収まるからね。そんなでも出てないからいい。でさ、アホ毛むっちゃ気になる場合も、アホ毛もピンで留めましょう。でもいいかな。私この後多分ワックス最初にね塗っとった方がスタイリングしやすかったと思う。後で塗るけどワックスを塗ればちょっと収まる。もう今から塗る。私がね最近使っとるワックスはこのレイジーっていう美容院で買ったワックスです。これ見て、最近買ってめっちゃ良かったんやけど、お友達に教えてもらって、ディップアーリュドゥツワンサテンオイルってやつなんやけど、ボディー&ヘア用オイルらしいよね。だからもう肌にも悪くないってことやね。すごい。これをいつもね、私は、スタイリングの時はあんまりほんとなんかめっちゃ軽くなんかつけたいなぐらいの時につけるんだけど、いつもねお風呂上がってドライヤーをする前にこのスプレーを美容液として使っとる。すごいね、香りがめっちゃいいと、もういい女の香りがする。これスプレーなんやけどね、オイルなんやけど、いい匂い、ほんとさ、私お風呂大好きなんよね。お風呂ってね、いつもいろんなねいい匂いのものを、お風呂グッズはね揃えてる。やっぱりこれはね、
キープ力はないですちょっとみんなに紹介したいから持ってきたぐらいの感じ。これワックスを使おう。ワックスでも固まらんかったらもうやっぱスプレー使うけど、とりあえずのところはワックスでいけるんじゃないかなと思うんだけど、マシいけてないな。アホ毛がさ、なんかちょっとまとまっただけだねこれとなってくると、ここではもうヘアピンの登場かなと思います。ちょっともうあんまりにもこいつの存在だなっていうアホ毛のことをピンで押さえてやります。なんかさ、歯が欠けそうで怖いっちゃう、ヘアピンするとき。全部押さえんくってもある程度ちょっと押さえればまあいい感じになるから、それでいいと思います。もうさっき毛をさ引き出したじゃん。あれがちょっと変な感じにならないように、そこはもう微調整で、でもちょっと嫌だな。ちっちゃいヘアピンがない。肌の毛が少ない時はちっちゃいヘアピンじゃないとね、あれだから。ちょっとみんな今私も順番をめっちゃ間違えているから、この動画の後に自分でこの順番の方がいいでしょっていうのをした方がいい。これ毛を引き出すのはね、お団子にしちゃうとあんまり引き出ないもん、うまく。だからお団子にする前にやるべきだったの、これは。私もさ、今初めてそうだなって思う。なんか普段やってる時はもう行き当たりばっかりだから。はい、できましたかね。はい、まあできましたね。はいスプレーであれやったら固めましょう。スプレーやったらもう無敵で、この後この毛をちょっとふわふわにする時もあるし、しない時もあるけど、今日はちょっとしてみようかな。で一旦やってみてやっぱ違うと思ったら戻してでもいいしね。とりあえず一旦ふわふわにしてみよう。このみんな前回の私のヘアアレンジ動画見てくれた？ヘアアレンジっていうか、あの時何したんやったっけ私あの時ももしかしてお団子した？嘘、そうやったっけ？違うと思う違うはず、違うとあれ、私あの時結局どうしたんだっけ。最初はボブのつもりやったんだけど、ボブの毛があんまり好きじゃなくって、もしかして結局お団子にしたのなんやろうか。じゃあお団子の動画2本になるの？どうしようまだ編集してないからちょっと記憶にない。もうね、マジでね、ちょっと大丈夫？脳にちょっと異常があるんですかって思うのかもしれないんですけど、私普段ね、気抜いとるときはむっちゃ気抜いとるんですよ。今日はちゃんとちゃんとしないといけないと思ったらいろんなことに気をつけ出すんだけど、抜いとるときはもうマジで抜いとるから、もう本当にね、前日の記憶とかも全然ないの。気を抜いとったりするからね。でもメリハリって大事やん毎日気使っとったら疲れるやん。マジでお団子した気がしてきた。前もお団子動画どんな気がするの？まあいいでしょこんなぐらいでいいでしょ。マジでお団子したやっぱすごい気になって、私あの日、いやお団子だけども頭頂部のお団子じゃない気がしてきた。やばい思い出せないな。もうお団子でも喋ってることが違うから。で前髪はもうあんまり巻きたくないけど、巻かには巻かんでちょっとあれだから巻くけど、巻いたところでいつも満足のいく結果にはならない。なんだろう、前髪って私であって私でない。なぜ私の言うことを聞かないんだ。こんなにも私を困らせるんだ。でもほんと自分の好きな流れに気をしていきます。ここちょっと丸み欲しいなと思ったらクリップして適当です。巻くのってさ、一気にね掴んじゃうから難しいよね。ちょこっとやっていけば、これが失敗していたとしても全然調整がむっちゃ効くから、ちょこっとすることが大事だと思うな。急がば回れみたいな、急がば回れということわざに通じるものがあると思います。もうこいつとか今のやつで明らかに変になったやん今多分私ここをさ外羽にしたんよ。だから変やったと思うの。つうことは内かしらやろいや分からん。でも外の時よりは変じゃなくなったと思う。まあいいか、こんな感じかな。引き続き木下さんは白湯を飲んでいます。
高い位置のお団子の動画でした。じゃあね、バイバーイ。